この仕事をやり始めたのはもともとその土日友達の家に行って遊ぶよりかは親父だったりの仕事をしに行ったりするのが楽しくて、やり始めたっていうのが最初のきっかけ。そう、家柄がどっちかっていうと親父もなんかそのおもちゃで遊ばせるよりかはだったら本物に乗らせた方が楽しいんじゃないかってことで本物の機械だったり乗ったりとかをやり始めて、で楽しいなと思って。ケイマはまず畑とトラクター以外に全然興味ないから、なんかそれ以外の知識ないから、もうさ興味持ってるものが仕事やから、すごいなんか仕事もちゃんとするし、潰れたのんとかもう自分で修理してとか、働き者やね。かっこいい。だから働いてる人はかっこいい。働いてる人はかっこいいけど、見み的にやっぱ外で仕事してるっていうのも、そういう仕事してるのがかっこいいなって思うかな。あとね、作業着が似合う。そう、作業着が似合うのよ。めっちゃ文句も言わずね、一人で仕事するし。刈る時の一日の流れとしては、その夜遅くなるんで朝はゆっくりです。いい。だいたい7時ぐらいに起きてご飯食べて、でコンバインの準備だとか前日に刈り取ったそばの乾燥機に入れたそばの様子を見たりだとかして、朝10時ぐらいまで機械の整備とそばの品質見るのに10時ぐらいで、10時ぐらいになったら太陽が結構出てきて畑にあるそばの水分も落ちてくるから、それでようやくコンバインを畑に持ってって、それこそじゃあケイマがトラクター乗るよとかってなった時に一緒に行くってなったら、うちも一緒にトラクターに乗って、毎日暇せえへんねん。毎日だって成長してるから全然手かかる子じゃないから。これがクマを捕まえる檻です。捕まえたことはないないです今日はこの畑にあるそばを機械で刈り取って乾燥機に入れて乾燥させます。だいたい3時間ぐらいかかるね。3時間あれば終わるかな。途中でアクシデントが発生したら1時間ぐらい余計かかる。ほとんどないけど、一応何事もないように刈るか。やるか。やりますか。仕事に対しての思いは変わってないけど、いっぱい取らないとやっぱりやっていけないから、とにかくその取る作物の量を増やすっていうのは最近思ってやってる。肥料だとか畑の作り方だとかいろいろ細かいことはいっぱいあるけど、それを一つ一つどうしようかって考えてやってる。子供の頃から機械には乗ってたから、機械にも乗ってたし YouTube を見て
こういう大きい機械に乗りたいなっていうのがあったから、一番楽しい時はやっぱりその収穫物を刈り取りしたりしてるところが一番、まあ、好きなところだし魅力だし。演奏しなかった。で収穫してきたそばを乾燥工場があるんで、乾燥機の中に刈り取ってきたそばを入れて一回製品にするための乾燥をして、でその後やっぱ刈り取ってきた中にはそばと茎だとかそういうゴミが入ってるんで、それを取り除く作業をして最後製品となって出荷するっていうような感じです。結局農家って何でも屋だから、何か工作をしなければならない。例えば、乾燥工場を自分で作るってなった時に、これをこう細かく切って、こう貼り合わせて溶接したりだとかして作って、その長さのところに入れて合わせるとか、そういうのは嫌いだね。でなおかつそれで自分で作ったところに穀物を通してうまく流れればなんかすごいいい気分で終われるんだけど、絶対にどっかで詰まるわけさ。詰まって溢れた時が本当に来年こそは乾燥工場建てたいなっていうふうには思う。だけどそこで建てたら負けだと思って、結局シーズン終わるとよし自分で作ってやるかっていうふうになってまた作り出すと。そこの倉庫ぐらいあればいいね。雨の日は基本的には家でゆっくりしてるのは嫌だから、他の農家さんのところに行って話をしたりだとかで、その帰りにどっか温泉でも寄って温泉入って一泊して帰ってくるっていうような感じで過ごしたりしてるね。雨の日やからそのさ、北海道内に、ケイマの知り合いの農家さんとかいろんなところにおるから、この機械家にあるよとかさ、ケイマが欲しいもの、仕事で使う欲しいものがあるよって言われたら、それを大型乗って3人で3時間4時間かけて取りに行って、また3時間4時間かけて帰ってくるみたいなっていうのを雨の日にしてる。でそれがもうお出かけ。入れとけよ。一応ゴールはないけど、とりあえず自分が死ぬまでに積丹町の、過去にあった農地、今林になっているところも全て畑にする。今一応ウィキペディアに積丹町の農地が800ヘクタールあるっていう風な登録になってるから、今現状でうちで200ヘクタールちょっとやってるけど、あと残りだから600ヘクタール残ってるわけさ。林になったりしてる。そこを全て開拓して800ヘクタール全部やるっていうのが人生の最終目標ですね。学校1年残ってんねやんか、大学。そうだから来年からどっち保育園入れて、でその1年で
学校行って、だから2年後にメイも働き出して本格的にお手伝いはできるかな。まあ徐々にやっていくと足りないってなってくるから、そうなったらまあ補ってやっていくような感じで、まあ別に最悪自分の子供がやらなくても今会社売ればちゃんと売れるから、売って買ってもらえるような会社に仕上げたい。